車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日は総集編。この1年間で乗って動画にした車から15台程度。それぞれ一長と一短を上げていきます。もうスパッとね。自分の頭の中に残っている印象。つまり印象として強く感じた特徴です。普段はホームページにレビュー書いていまして、文字数は日本一なんじゃないかってくらいの量を書いています。感想はね、そこ見ればいくらでも思い出しますが、今回は記憶で上げていきます。では、1台目。マツダ CX-3 2025年式 15S ツーリング228万円。まだ動画にしてないと思うんですけれども、すごく印象良かったので、ちょっとこの CX-3 からいきます。今回はガソリンモデルの 1500cc エンジンを搭載する車です。ではまず長所。ツアラー的にレベルの高いハンドリングと乗り心地。そして最高の 1500cc エンジンと 6AT。この CX3 ね、今回乗ったのはガソリンモデルでした。それも後から追加された 1500cc モデル。で、乗ってみるとね、もうすごい良くて、もしくは特徴が強くて、もうそれは駐車場でハンドル切って戻して、それから大通りに出て信号を1個2個と超えるぐらい。もうそれこそ100メートル、200メートル走るぐらいの間にね、もういろんな印象が頭の中に入ってきて、もう特徴として、おーってね、おーって、これもこれもあれも述べたいみたいなことがブワーッとね、こう出てくるような、そうした車でした。それでね、思ったのが、この圧縮比13というタイプの 1500cc、マツダの P5VPS というエンジンが、もうやっぱりね、良かったです。もちろん期待高くてね、もういつも通りの期待があったんですけれども、期待を超えてきたって感じでね、エンジンがすごく良かった。それは音、振動面、それから細かな操作に対する反応とか、あと単純なね、エンジンのスパッスパッとした反応とか、あと 6AT もね、もう脳内でトルクが欲しいよって思った瞬間にはシフトダウンしてくれて、で、うるさいからシフトアップしてねって思った時にはシフトアップしてくれたりね、本当もうこの自分の右足のこう踏む速度とか、その踏み方に対してか、踏み方に対してもね、こう脳と直結しているようにその車側が感じてくれて、で、いろんなね、こう素晴らしく良い制御をしてくれていて、ものすごく良かったです。で、ハンドリングとか乗り心地の話ね、ものすごい良かったんですけれども、マツダらしからぬみたいな部分があって、ちょっと変わってきてるかな、なんてね、ところで、話すと長くなるんで、今後の動画見てください。で、あとはね、そこに関連する感じで、ちょっとブレーキフィルの話いきます。弱点はね、マツダも変わってきたって思うようなブレーキフィール。今までマツダのブレーキって、もう大体どれ乗ってもね、初期の効きが弱めで、踏む力で、ペダルはあんまり奥に行かない中でコントロールができる。でもちょっとね、最近のマツダ車で、もしかしたら変わってきたんじゃないかなっていうのをね、感じていたんですよね。で、この CX3 も、カキンって食いついちゃう領域があったりして、初期が少し強めです。その食いついた領域に来ると、細かい操作に答えてくれなくなってね。こういったあたりが、マツダも変わっていくのかな、みたいなところにね、連想しちゃいまして、それは、リピーター様とご新規様、どのくらいのバランスでね、どっちを重要視するのか、みたいなところで、自分も一応経営者の端くれとして、そう考えちゃうところあって、で、リピーター様に、こう、いくら値引きしたりね、いくらサービスして、そこ大事にしていても、いなくなっちゃうときはね、いなくなっちゃいます。で、ご新規様を重視しないと、サービス自体が成り立たなくなる。で、結局はね、会社が潰れたりとか、サービスができなくなって、リピーター様に迷惑をかけちゃう。そう、ご新規様を重視しないと、最もね、リピーター様に迷惑をかけちゃうんですね。で、そういうのもあってかなくてか、マツダもね、もう広く多くの方に、車好き以外の方にも進めていく、広めていくために、ブレーキフィールとかも、初期の効きが弱いとか、効かないって言われないようなブレーキにしていかなきゃいけないのかもしれませんし、今度出てくる CX5 とか、エアコン操作部がタッチ式になるそうなんですよね。そういった部分でも、新しさ、フレッシュさっていうのを取り入れていかなきゃいけないのかもしれませんし、いろいろあるんじゃないかと。ということで次。日産ノート。マイナー後の2025年式でグレード X230 万円。
長所は、上級者ライクな着座感に、後輪駆動車ライクなステアフィール。ライクっていうのはね、何々っぽいっていう意味です。上級者っぽくて後輪駆動車っぽいみたいなね。まずね、着座感で言うとね、もうすごく良かったというか、自分好みというか、低く足を伸ばして、高い位置にアームレストが来て、もうゆったり座って、そういったあたりが、今までスカイラインとか、フーガとかのお客様が、ノートに乗り換えて、最近日産車ね、車種が減ってきてるか、価格が大幅に上がっちゃって、選べる車が少なくなってきてる中で、そのノートにダウンサイジングしようかという、そんなお客様にね、もうぴったりのような作りをしていました。で、ステアフィールもね、後輪駆動車ライクなっていうのは、ハンドル切ってね、戻してくるところ。切るときがね、切る量に従ってハンドルの重さを増すというのは分かりやすいと思います。タイヤのね、打角が増えれば、それだけハンドルが重くなって当然ですから、当然じゃないような車も多いんですけれどもね。でも、ノートはもう一歩進んで、戻してくるときにね、重かったのが軽くなったりとか、アクセルの踏み方で変化があって叱るべきです。それこそ車ですからね。で、今までもこれって後輪駆動車だと分かりやすかったっていうのがあって、で、ノートはね、そういう部分が感じられます。前輪駆動車なのでね。ここには駆動系とエンジンと、タイヤが物理的に切り離されているであろうっていうのもね、あるんじゃないかと思いまして、そうしたいいパワーの良さは当然として、そういった部分も含めてね、ステアフィールがいいっていうのがあります。で、短所いきますね。短所はドライバーや運転の仕方によって変化が大きいであろう燃費性能。もちろんハイブリッドでフルハイブリッドですから、燃費が悪いってことはないです。で、乗り方によってはトヨタやホンダと同じような燃費が出せます。で、自分もね、そんな感じ、平均燃費40キロとか表示している状態で走ってきました。で、そこで思うんですけれども、すごくね、神経を使います。協調回生ブレーキがないからワンペダルにしなきゃいけないとか、そういった都合とかもあるかもしれませんし、例えば高速道路とかでもそうですし、時速1キロ、2キロでも速度変化が出てきて、それによって燃費がね、悪化するとかね。ちょっとでもね、減速してまたアクセル踏めば、その無駄、それも1時間走ってれば、もう大きな差になってきますから、目に見える差になってきますから。で、あとはね、その平均燃費が40キロ超えてるような状況で、その状態でもエンジンはね、結構かかります。もうバンバンかかる。バッテリーの残量メーターも満タンを指しているのに、もうそれでもね、エンジンをかけていく。バッテリーを満タンを保ちたいシステムだなっていうのをね、感じました。で、次。ヤリスクロスハイブリッド。2025年式グレード X233 万円。今年もね、ヤリスクロスハイブリッドを乗ってきました。やっぱりね、人気の車ですからね。で、長所。優れた装備に優れた燃費。専用デザインの SUV で割安な価格設定。これはもうね、もうヤリスクロスにかなう車はないでしょ、みたいなね、ところです。ちょっと噛み砕いていきますね。装備面は、今望まれているような装備が何でもついています。で、優れた燃費。もうこれはもうね、もう最近ではなくてももう当たり前になっている事実。SUV 燃費最高を争う車ですから。で、あとは、その、ヤリスって名前がついてもね、元のヤリスとはもう全く別の車と思える専用デザインの SUV。で、さらに人気ジャンルでありつつ、割安と思える価格設定。あちこちね、いろんな部分省いたとしてもね、もうメリハリつけて、望まれてる装備をバーンとつけて、望まれてるデザインでボーンと作って、で、価格を抑えてくる。で、それ以外の部分はね、よくわかんなそうなところは削っちゃえよみたいな商品企画が、もうすごくね、特徴が強くて、これは相変わらず思います。で、短所の方。短所はね、快適性はちょっと低めかなと。先ほどの CX3 もそうですし、あと WRV とか、他の車と比べたときにね、装備が良くて価格が抑えられている代わりに、どこか削られてるってちょっと快適性の面かなと。PHS のシステム自体は、もう燃費性能最優先で、多少の振動とか音は我慢してね、みたいな感じというのはね、わかりやすいです。あとはちょっとね、サスペンションが
そんな硬いわけではなくて、その硬さが来るゴツゴツではないところで、ゆっさゆっさと、素早く大きく揺すられちゃうところとか、こういったあたりかな。でも、商品企画としてみればね、すごくこう分かりやすくて、そんな細かい違い分かんないわっていう方にはものすごくお勧めしやすい車だと思いました。あと、そう、この X はね、シートがモノフォルムタイプという、ちょっとこう、限度を超えたぐらいにちょっとね、節約が行き過ぎたようなシートに感じますので、可能だったら普通のタイプのシートが厚く、1個上のグレードがいいかなって思います。では、4代目。ホンダの ZR-V2025 年式ガソリン Z381 万円です。で、長所は意外なほどに優れる快適性の高さ。これ、どうでしょう、自分は意外でした。というのもね、他の方のレビューとか見ていると、硬いとか、乗り心地があんまり良くないっていうのが結構多かったんですよね。イメージ的にそんなのかもしれませんけれども、もう自分の感想としてはね、全然違います。数回乗りまして、一番最初はオドメーター700キロぐらい。で、その後乗ったのが、1000キロぐらいとか、最終的にはね、1500キロぐらいまで走っ自分たちが走ったのも含めて、そのくらいの中で乗っています。で、足はね、結構伸び側が緩められていて、こうふわっとしたところがあるんですよね。これはシビックもそうです。硬そうに見えて、そんなにね、硬くない。要所要所はふわっと伸びる。あとは、細かなゴツゴツですと、サスペンションの動き始めがね、ギスギスしていない。つまりゴツゴツしにくいんですね。これは、いわゆるサスペンションの質の高さで言ったら、高い方の部類に入るんじゃないかと思いまして、こういったあたりが乗り心地でね、すごく良かったです。すごくまでは言い過ぎですけれども、想像より全然良くて、で、それよりね、質が高いねって思えるような乗り心地でした。で、リアシートは、ごめんなさい、これはちょっと後で述べます。で、あと、静粛性の面。このガソリンエンジンがターボ付きの 1500cc でして、これがね、静粛性がすごく高いんですね。直噴っぽい、強く圧縮してガソリン吹くようなね、インジェクターのパチパチする音は聞こえるんですけれども、それ以外ね、アイドリングとか低速時の走行とかで、もう全然ね、エンジンの音が気にならないです。もうこれはハイブリッドより静かでしょって思えるぐらいのね。ハイブリッドでエンジンがかかると結構な回転数で回って、音それなりにしますから、それよりもね、もう断然静か。これはこの後にシビックの EHV に乗ってちょっと確認してきたのもあって、この快適性がね、ZR-V のいいところです。他にもいいとこあるんですけれどもね、それはちょっとまた別の機会に。で、短所の方は、期待には及ばなかった燃費と座りにくいリアシート。燃費の部分はちょっと動画で出しているので、いくつぐらいか忘れちゃったんでね。でも消排気量ターボで車そんなに大きくなくて、車重もそんなに重くないといった、そうしたイメージからすると、そこまで良くなかったって感じですかね。RAV4 の 4WD モデルと比較しまして、確かね、車重が200キロぐらい軽い中で、RAV4 の方が燃費良かったとか、そんな感じでした。で、その時同時に、リアシートのレビューも行いました。2人のドライバーが半々に走る燃費のレビューで、自分リアシートに座ってる間は、リアシートのレビューをしているんですね。で、リアシート乗っていて思ったのが、シートが、ゴツゴツ感があったりとか、頭上のスペース、着座姿勢とか、ヘッドレストの位置関係とかね。こうした部分で、あれもしかしたらこれ WRV の方がリアシート使いやすいんじゃないかななんてね、思うほどでした。WRV のリアシートがめちゃくちゃいいのもありますね。で、次行きます。次は、ダイハツタフト2024年式 G クロムベンチャーでお値段167万円。タフトはターボに続き今年は、NA モデルに乗ってきました。で、感じた長所。特別感高く、テアリング周りも優れていて、そうしたところから来る走りやすさが高いです。これは大発車全般に言えるところですけれども、大発車ね、意外と足回りシャキッとする車も多いですし、電動パワーステアリングの部分が、もう普通にね、
トヨタで言ったらコンパクトクラスというかミドルクラスと感じられるぐらいのそうした作りをしています。それは車を安定する方向に結構補打してくれるタイプ。補打って固める方向ですね。ふらつきとか路面からの影響でフラッと動かないとか、そうした方向のステアフィール。で、これがね、すごいこう軽自動車には合っていて、面白さで言ったら少し動いてくれた方がいい。でも、それよりもね、走りやすさを優先されているっていう部分で、すごくね、良くて、良くてというか質が高いと感じられて、自分の好みではないとしても、大破車全体としてね、乗り味全体として見ると、すごくいいなって感じられました。あともうサンルーフ標準とかね、SUV スタイルでフロントの A ピラーとかも太くて立っていて遠くにあったりとか、ものすごくね、そういった部分特別感っていうのは相変わらずでした。で、短所の方。短所は、ローギアード的に高めの回転数を多用するエンジン。これはもう、率直に言ってターボ車選んだ方がいいよねって思うようなところです。軽自動車ね、いつも乗る中で、ターボ車7万円の差だったらいいけど、10万円差があるんだったら NA でもいいんじゃないぐらいが自分のスタンスです。ただタントはね、ごめんなさい、タフトはね、ちょっとローギアード、その加速側にギア比が寄ってるような感覚を受けるくらいに、ふーっとね、トルク感ない感じで回転数だけ上がるんですよね。で、結構アクセル少し踏んだだけで高めの回転数を多用するタイプの CVT になっていまして、エンジンは変わらずとも、もう CVT によってね、加速感、こういったところの味付けってもうすごく変わっていきます。で、回転数だけふわっと上がっちゃうような感じで、もうほんの流れに沿ってね、時速50キロ、60キロまで加速するのに、もう4000回転ぐらいをね、もう普通にバンバン使っていくぐらいで、ちょっとアクセル緩めたら回転数を落ちて、その繰り返しになるとね、ちょっと世話しないみたいなところでした。で、本領を発揮するのは5000回転以上のエンジンなので、そこからね、もう少し踏んでいかないと、フル加速には移っていかないといったところで、ターボ車だとね、もうちょっと低回転から、多少ラグがあっても、高回転まで待つよりもね、早く加速できるところで、トルク感もあって、いいなってのを思いました。で、次。6代目は、スイフト2024年式のハイブリッド MX192 万円です。スイフトはね、乗ってびっくりしちゃいましたね。びっくりいいところもあるし、びっくり行きたいほどではなかったところもあったりなんかしてね。レビューとしては、もしくは自分の印象としては面白かった車です。ではまず長所。長所は、正確なステアフィールに重厚感のある乗り心地。もうここはね、自分なんて述べたかっていうと、次の世代の他のコンパクトカーがここに追いついてくるのかどうかな。こっちの方向には来ないかもしれないみたいなところでね、すごく良さがあって、それはスイフトが鈴木の中だと上級者だからこそみたいな、そうしたところからのね、そうしたイメージを受けるほどに良かったです。まず正確なステアフィールというのは、細かな操作に反応してくれるっていうのはね、タイヤも大きいですし、最近の車はね、みんなこの辺は上がってきている。で、違うのは、ゆっくりとか小さな打角での操作と、大きく素早く切った時とか、そのあたりにね、差が出てくる車、差を感じる車っていうのが結構多いです。で、そこが小さく切る時と大きく切る時で、同じようなね、頭の中で想像通りに動いてくれる車は正確なって自分表現していまして、スイフトはそんな感じでした。ちょっとね、ハンドル軽すぎるのがね、これはスイスポは別にとか、もっとこう、車好き以外にも問答を広めようよみたいなところが感じられてね、もうちょっと重かったら言うことなしなんですけれどもね。で、もう一つ、重厚感のある乗り心地。これ、言い間違いではないです。軽快感ではなくて重厚感。すごく車重が軽くて軽快感って言われるスイフトですけれども、自分はね、スイフトは重厚感のある車になりたい。もしくは、軽量なのを隠すようにして、乗り心地を作っている。そんな車にね、思いました。軽いのは燃費性能で良ければいいでしょと。燃費良ければいいでしょって方向にだけ生きてるんじゃないかと。燃費性能も高かったですしね。でね、その乗り心地がバネ固めのショックアブソーバーは柔らかめ。
というかショックアブソーバーが黒子的、もうついてるかついてないか分かんないような感じでね、邪魔してこない。でもしっかり懸垂力を出してくれているってところで、これがまあ重厚感につながっていまして、あんまりね、大きくは動かないです。大きく動かない、すごく狭い領域でね、衝撃をカットをしてくれて、で、伸びないところも含めて、まあそういったところがね、重厚感という印象につながりました。で、弱点の方。弱点は振動を目指すエンジン。これは、まあ期待も兼ねてというか、期待を込めてっていうのかな。1200cc の3気筒に今回変わりまして、まあ鈴木のエンジンいいことが多いしね、まあそんなに振動目立たないんじゃないかなと思っていたんですけれども、実際に乗ったら、アイドリングストップがありがたいぐらいにね、振動が目立っていました。ごめんなさい。同じ3気筒でも、いろいろありまして、振動目立つ3気筒もあるし、目立たない3気筒もあるし、目立たないので言うと、前日の野本とか、あとは 1000cc のヤリスとか、こういったあたりね、長く作られてきている中で改良されていったっていうのはわかります。実際ビッツの3気筒はちょっと振動が目立って、で、ヤリスになった時にはだいぶ変わったとかね、そういうのありますから、そういう人も、これからね、この3気筒エンジンがもう徐々に改良されていくんじゃないかなっていうのをね、感じます。で、次、ベゼル。今回乗ったのは、マイナー5の2025年式 EHVZ320 万円です。結構いいグレードということでね、装備良くて内装良くて、そのあたりはベゼルの良さがね、十二分にこう感じられるグレードだったんですけれども、自分が感じたのはそれ以外の部分。まず長所でね、小さい動きの中で衝撃を吸収するサスペンションとその乗り心地。今、スイフトで述べたのとね、一緒です。その許容量を超えちゃうとガツンとかカチンってくるんですけれども、普通のね、よくある街中とか、普通の舗装された舗装路で、すごくね、こう、フラット感があって、現代的、最近の感じかなっていうのを受けるサスペンションセッティングでして、やっぱりね、質がよく感じられました。あと、助手席とか、そういったあたりの、こう、同乗してもね、不快感を感じないぐらいの乗り心地が確保されているってところがね、良かったです。で、短所の方。短所の方は、ちょっとこう、難しい部分、簡単に言えるかな。それはね、人気車なのに、マニア向け的なステアフィール。まあ、いい悪い、運転が楽しい難しい、いろんな言葉でね、いろんな感想があると思うんですよね。それは、サスペンションはね、さっきみたいな感じであんまり動かない。そうすると、その他の動いた感じがすごく伝わってきやすくなる。で、その一つが、ゴムブッシュ。サスペンションのリンクとリンク、金属と金属の間にね、挟まってるゴムとか、そういった部分です。これが、すごくね、動きやすいです。ゴムブッシュがすごく動きやすい。で、このあたりで衝撃の吸収とか、角を丸めるとか、あとはハンドリングでね、一瞬のためを作るとか、いろんな部分で一役買っている。で、これが動いてる感じが感じやすいっていうのもありますし、一方で、動いて潰れてからハンドルが効くっていうのもね、ある。で、これが楽しくもあって難しくもあって、で、さらにここにすごく軽い反力のペアリングと、それから VGR っていう可変ギアレシオのペアリングが組み合わされていて、で、これが全部含めてね、運転が楽しい、でも難しいみたいな感じになってきます。こういった部分ね、人気車だったらもっと普通に、いいのにね、みたいな感じなんですけれども、ベゼルはね、こうした車好きでもおおって思えるようなところがある一方で、直進時とかね、少しこう自分の手の自重だけ片方に力をかけ続けなきゃいけないとか、なかなかね、気難しいとこもあります。上手に乗ろうとしたらね。で、自分、お出かけして行きはもう元気いっぱいですごく楽しくて、でも帰りはね、ちょっと疲れてきちゃって、ちょっと運転雑になってきたかな、みたいなところがね、ありました。よかったら、上げてる動画見てください。で、8代目。シビック。今回は2024年式の EHEV、価格400万円。これに乗ってきました。ちょっと手違いでね、マイナー前になっちゃったので、ちょっとフロントバンパーの形とかは変わっています。
で、この車は今まで何台か乗ってきて、やっぱりこの長所短所ね、はっきり上げてきたことがあります。で、今回長所として挙げる点はこれです。路面の様子を感じやすい乗り心地とステアフィール。今まで、1000キロ、3000キロ、7000キロと乗ってきまして、今回の車は距離がいったね、1万7000キロの車体でした。で、さっきの ZRV みたいに、ふわっと動きやすいサスペンションのね、そういったところも出てきていて、だいぶ今までと印象違います。でもそんな中で結局一緒だねって感じるのは、ね、乗り心地で言うとね、路面の様子で、路面に合わせてっていうのか、ポコポコした路面だったらポコポコポッとこう車が動く。で、大きな段差に行っちゃうとこうふわっとしたところがね、衝撃を弱めてくれたりする乗り心地。で、あと、ステアフィールでもね、そうしたこう路面の様子感じやすいところがありまして、そうね、ホンダっていうと、早朝ドライブシャフトなんていうのがこうたびたび採用されている、一番採用が多い車メーカーなんじゃないかなっていうイメージがあるんですね。それはトルクステアをなくすとか左右差をなくすみたいなところで、その突き詰めていくと、ステアフィールでね、加速中にこうエンジンが発するようなハンドルを取られるような衝撃がないというか弱い。で、それによって加速中ね、全開加速中でも路面のちょっとね、片方のタイヤだけなんかを踏んだとか、ちょっと段差で、伸びた縮んだっていうのがね感じやすかったりして、でそれがステアフィールでも感じやすいっていったところが今回のシビックでも感じられました。で、弱点の方。弱点は窓に水滴が溜まるというのが、今回もありまして、夏に乗ったのが3回はあります。で、いつもね、エアコンつけて窓に風が当たらないようにしていても、窓の外側に水滴が溜まってワイパーを使う。これ映像を撮ってる間でね、もうしょっちゅうワイパーを動かしてるのが残っていまして、そうですね。理由はなんとなく予想ですけれども、エアコンの冷たい風が漏れて窓を冷やしちゃう。で、冷えてるところに水滴、水分、湿気は溜まりますから、それで結局外の湿度のある空気がね、窓ガラスに溜まって、で、窓ガラスの水滴がついてくるんじゃないかなっていうのがね、予想できます。少し漏れちゃってるのかな、どうなのかな。個体差だったらいいんですけれどもね、1台目の時は口にしなくて、今回ちょっと口にさせていただいたところで、こういったところが感じています。で、次。ラブ4 2024年式アドベンチャー 4WD371 万円。ラブ4もね、久々に乗ったら、なかなかいいんじゃないっていうような感じでした。ちょうど 4WD でタイヤも19インチだか大きいのがついてる車でして、そういったあたりもね、効いているんじゃないかと思います。で、長所。長所は、乗り味も車内設計も実用車らしさが完璧すぎるほどに高い。うん。乗りやすくてね、座りやすいっていった部分がすごくいいです。で、乗りやすさで言うと、フロントのボディの見切りがね、めちゃくちゃいいです。もう、トヨタで言ったらライズが良くて、あとラブ4が良くて、それからカムリがいい。この3台ぐらいにね、自分の中では絞られてくるぐらいでして、で、ラブ4もやっぱりね、良かった。ラブ4何がいいかっていうのは、ボディがね、四角い形状っていうのは分かりやすいです。で、それだけじゃなくて、ボンネットがすごく前の方まで出ていて、で、可動を奪っている。で、左端もそういった形でね、視認できます。で、視認できても、左前をね、見なきゃ見えない車もある中で、ラブ4は前にボンネットが長くて、ドライバーが前を向いていても、ちらっと意識するだけでね、左前のボンネットの感覚がわかる。で、タイヤの位置も想像しやすい。そうしたところから、乗りやすさにつながっていきます。狭いところでもね、もうほんと楽です。実際以上に車を小さく感じられる車でした。で、そこでね、一旦感覚を覚えちゃえば、あとは低く座って前が見えなくても何でもね、もう一旦感覚を身につけちゃえば、感覚は取れるものです。でそうすると、低く座って遠くを見る。つまりね、うまく運転ができます。遠く見ることはね、運転をうまく走らせる、一つの条件だったりもしますからね。で、あとは、手前側の速く流れる路面とか景色が目に入ってこないので、乗っていても楽。でそういった良さもあるし、
リアシートはシートが柔らかくて特別感ない普通の作りをしていたりとか、すごくね、普通に実用性がいいなって思えるような車でした。で、あとは短所の方。短所はラグが大きすぎる加速レスポンス。今回ガソリンエンジンということもあってね。で、踏んでワンテンポ待たされてから加速するっていうのがね、もうすごく明確でした。M20A ガソリンエンジンという、もうトヨタの中でもね、もうすごく質が高い。トヨタ以外含めてもめちゃくちゃ質が高くてね、いいエンジンだねって思えるエンジンなんですけれども、CVT のセッティングが大きいんでしょうかね。加速中アクセル踏んで、まず回転数が上がって、回転数上がったところで、ドカンとね、このパワフルなエンジンが加速する。で、待たされてギクシャクするっていうのを繰り返すんですよね。で、加速する前にアクセル離しちゃうと、踏んで戻しても、もううんともすんとも言わない。自分乗ってる中で同乗者に、今アクセル踏んだの分かったって聞いたら分かんないって答えをね、いつも返ってくるぐらい。なかなかこのあたりがね、一気にいっぱい踏むのではなくて、マニュアルモードで一段下げてからアクセルを踏むとか、ちょっとね、工夫して車好きっぽく乗れば、すごくいいエンジンをめちゃくちゃ味わえるんですけれども、D レンジ入れっぱなしで乗るんだったら、やっぱりハイブリッドモデルしかないかなって思えるようなね、感じでした。で、次。10代目はマツダ2、2024年式 15C155 万円。今回乗ったマツダ2は、今までの感じとはね、ちょっと違っていて、2025年モデルっていうのかな。2024年末の車です。で、長所の方はね、キビキビ感が強めで統一される乗り味。それから操縦性。ここにね、もう統一感があって、これがね、素晴らしかったです。統一感がなければ、もう車ってダメなんですよね。ダメっていうか、特徴が弱い。今のね、この情報が明確に、何々がいいとしか聞いてもらえないような時代に、ちょっとね、弱くなっちゃう。で、マツダ2は、キビキビ感強めで統一されてますってね、もうすごく言いやすい。特徴だか長所だかね、よくわかんないけど、とにかくこうやって言いやすい車です。今までのマツダ2とはほんと違ってね、サスペンションはちょっと荒っぽい感じで、動きがそんないいとかではなくて、もう伸びやすくて、車重は結構コンパクトカーで重くて1160キロとかあって、でもね、軽快感強調されていて、ちょっと伸びるところもある。で、アクセルもちょっと踏んでもね、ギュンと出ていくとか、もしくは出ていかないから、もっと踏むとシフトダウンしてビュンと出ていくとかね、すごくメリハリがあって、さらにブレーキも初期の効きが強くてね、もうこのあたりも統一感があって、コンパクトカーってこれぐらいじゃなきゃ意味ないよねと。こうしていかなきゃコンパクトカーって生き残れないっていう、マツダのね、一つの、提案というかマツダの考えが感じられるような車でした。で、短所の方は、デビューから10年選手という登場時期。車の作りは昔から良かったと思いますし、今回も良かったのでね、細かいところ除くとそれ感じられて、短所というのはね、UI、ドライバーが車と接する接点の部分かな。接点っていうかその操作だね、デジタル的な部分とか、そうした部分とか内装で古さを感じさせるところがあったりとか、そもそもデビューから10年経つ車を新車で買うかって言われたら、マツダファン以外は選びにくいというのはね、あると思います。逆に言うとね、中古で買ったりするのはすごいお得ですし、デビオという名前から続いてますから、デミオという名前の中古車なんていうのはね、自分もたびたび中古車を調べちゃう。それぐらい魅力ありますし、長く乗られてる方はね、この方だけの魅力というのは、もし今後モデル変わっても、どうなっちゃうかわかんないというか、多分変わってくるでしょうから、この魅力というのはね、相変わらずだと思います。で、短所であるのは結局、10年経ったっていう事実ぐらいでしょうかね。で、次いきます。次はタントの、ファンクロス。2024年式のファンクロスターボ。190万円。で、この車はね、やっぱり長所が明確です。これでもかってぐらいに詰め込まれる便利機能の数々。1分、2分、5分じゃね、言い切れないほどです。助手席は大きくスライドして、前ギリギリまでも寄れるし、後ろギリギリにも寄れる。で、リアシートもスライドして、ラゲッジにも便利機能、工夫の数々。
で、ほんとね、合理性が高い、必要なところにスペースを回して使える、その狭い車内を幅広く使えるっていった便利さがね、いっぱい詰まっていました。B ピラーレスだから便利なんていうつもりはね、もう全然なくて、それ以外の部分でね、もう工夫の塊みたいな車です。これで190万円ですから、自分としてはムーブのターボで190万円より、こっちの方がお得感高いんじゃないかなっていう気がします。まあ、それぐらいに便利機能は素晴らしい車です。で、短所の方は、洗練度の低いメインメーターのデザイン。まあ、これ、タントってね、安価なグレードを用意する関係もあって、全部が全部上級グレードに合わせては作れないと思います。まあそうした中で、液晶メーターの位置とかサイズとか、大きいのでね、字をもっと大きくしてほしいなとかね。センターメーターでちょっと距離が遠いんですよね。で、見る角度も斜めになっちゃう。だったらもう少し輝度を上げてくれるとか、字を大きくしてくれるとかあると思いますし、あと決定的なのが、燃費系のリセットとかオドメーターのリセットとかね、メーターから飛び出た棒で行います。で、その棒を押すのに、最短距離がハンドルの中に手を入れてね、伸ばして押すと最短距離で押しやすい位置に来ちゃってるんですよね。まあ、ここはね、乗りやすさとか気配りがめちゃくちゃすごい大事さの中で、ここは惜しいというか、なんとかしてよって思うところ。まあ、危ないですから、ハンドルの中手入れるの危ないんですね。これちょっと別の動画で述べています。で、まあ、ここにレイアウトしたら、危ないの分かっててもみんなやっちゃうでしょっていううちに棒が来てる。これがね、ちょっといただけないところでした。ということで12代目、担当。こっちはスノグレードです。2025年式のグレード L。138万円。すごく安くて、で、今はね、これが、145万円まで値上がってるのかな。少し上がっていますけれども、まあ、1個前のモデルですとね、138万円でした。で、めちゃくちゃ安くて、でも、パワーステの良さとかね、走りやすさに関する部分は相変わらずと。まあ、さっきタフトとかで述べたようなパワーステの良さ。こういった部分がね、タントンでも味わえて、で、やっぱり軽自動車にはこれが一番いいよねと。で、かつ味付け方と思えないところとかあってね。まあまあ、車好きも満足できるような感じじゃないかと思います。で、短所の方。こっちは、あれと思う感じでね、見落としがちに省かれる重要装備。まあ、担当どうでしょうかね。もう、なかなか省ける部分がない中で、限界まで省いて安いグレードを用意するか、まあ一応用意はあるけど、まあ1個上のグレード買ってよっていうグレードになってるのか、もうすごく重要な部分がね、ちょっと省かれてるんですよね。まあそれは、スライドドアのイージークローザーとか、シルトが省かれるステアリングに、あとシートリフターとかね。まあこれだけは欲しいのにってところを省くのが、まあその商売とね、ものとして買う、まあ売り手側と買い手側のこう歯がゆいところになってきますけれども、すごくね、わかりやすかったです。まあ同じことはね、ちょっとムーブのサイレン化グレード136万円でも言えます。ということでね、次はムーブ。2025年式のグレード X150 万円。この車はまだね、ちょっと最近乗ったばっかり、まあ新しい車でね。で、感じた長所。現代的かつ伝統的な良さを併せ持つステアフィール。まあ、端正な見た目とかスライドドアとか、まあ何あげようか迷ったんですけれども、っていうぐらいね、こう万能で少しずついいところがあるのがムーブなんですね。でもまあ一つ挙げるとすれば、他の軽自動車より優れてる点で言うとすると、まあ、最近のパワーステらしく、補打力があってね、ふらふらと取られたりとか、クッと戻っちゃうところがかなり弱められています。まあ、特にこれは低速、まあ、時速80キロ以下ぐらいのところでね、すごく重要なのはこの電動パワーステの味付け。で、この部分が最近の車の良さというのはしっかり持っている。で、その上で少しそれを弱めて、昔の車から続くようなね、こう車がどっちに行きたいよっていうのが分かりやすいような感じとか、切り込む量に従って重くなっていって、中心付近のグリップ少ないところはもう軽く抜けていたりとか、そのあたりがね、はっきりしています。
現代的かつ伝統的って自分が表現してるのは、こういったところでして、そうしたステアフィールはね、すごく良かったです。で、弱点の方というのも、このステアフィールがいいからね、インフォメーションが多いから分かっちゃうようなところが、少し含まれていきます。それは万能なのか、ちぐはぐなのか、統一感の低さみたいなところでね。まず、ちぐはぐって感じるのは、スライドドアなのに、リアサス硬くてね、荒っぽくてちょっと質が低い。つまりリアシート乗り心地良くないです。快適性が低い。なので、スライドドアなのに、で、想像してね、スライドドアだったら良くて当然でしょって思って乗ったらちょっと違う。で、車がハンドリングを重視してますとか、走りを重視してますっていうんだったら、フロントシートでハンドルの嫌なところとかが、もしくは車との一体感という部分で書く部分が出てくる。で、それがシートの硬さ、柔らかさの話。もうめっちゃくちゃね、フロントシート柔らかいんですよね。そのクッションの部分が柔らかい。サイドサポートだけ硬くしてて、中心となる部分のクッションが柔らかいといった、ちょっと変わったタイプのシートでして、で、これが今回新設計らしいんですね。で、新設計だったら、ムーブに合わせた走りにある程度はね、多少は意識したシートにして欲しかった。でも、乗り心地とか短距離での座り心地を意識して、もうふわふわ。なんかタントより柔らかいんじゃないかぐらいのシートになっていて、で、そこで乗り心地を稼いでる。といった部分が、長時間乗っていると、ちょっと自分腰痛くなりましたし、山道走っていると、車とね、一体感が低くて、次のコーナーでアクセルを微妙に緩めようかとか、もしくは微妙にブレーキに足を乗せようかとか、その判断で迷うところが結構出てきました。こういったところでね、ちぐはぐって感じられるところもある。でもそこまで求めなければ、すごく万能で広くいろんな人に広められる、進められるような車なんじゃないかなっていう感じです。短距離とかね、近距離ではすごくいい車なんじゃないかなっていうのが感想です。で、14代目、ルーミー。だんだんね、ちょっと自分も声枯れてきましたけれども、ルーミー行きます。ルーミー、今回乗ったのは、2023年式のグレード X。153万円です。今の価格で言うと170万円。こっちはね、ちょっとカスタムの方を見ていきました。長所からいきますね。長所は、必要な時に、さっと力を発揮してくれる加速感。エンジン結構ガサツでね、響きでっていう感じは受けるんですけれども、これ、どうでしょう、軽自動車とかトヨタ車全般で感じる CVT のフィーリングっていうのかな。ダイレクト感が希薄な代わりに、トルクはアクセルペダルに合わせて出してくれる。もしくは、ちょっと踏んでもね、いっぱい加速してる状態を作り出してくれて、いっぱい踏んでる状態を作り出してくれて、加速してくれて、そんな燃費優先っていう制御を感じないんですね。で、これによって走りやすさ。あんまりダイレクト感とか気にしなければ、ふーっとした感じでね、ふわっと加速して、ふわっと減速するっていったところが、すごくね、違和感ないです。たまにね、たまにカッコンっていう衝撃を出すのだけはありますけれども、他のメーカーよりは少ないです。で、短所の方。短所の方は、ブルブル感強い乗り味、乗り心地、それから速度を上げた時の不安定感。これはちょっとね、しょうがないですよね。内装を含めて、内装もね、二段式になっていたりするところから想像できると思うんですけれども、このルーミーがね、結構古い数十年前のパスブーンをベースにして、背を高くしてハイトワンを仕立て上げた。で、ソリオのライバルとして持ってきたみたいな車で、その代わりに価格が安いよっていうのがね、売りです。なので、一個一個ね、車としてレビューしちゃうと、ちょっとしょうがないところ。今回、デビュー直後のモデルとかでは硬かった足もね、だいぶ柔らかい方向に変化していましたし、必要以上に深いってことはないんですけれども、ガチャーンって来た後にね、ガチャッと収まるか、ガチャーンブルブルブルっていくかで、ガチャーンブルブルブルっていく方がマイルドです。これは間違いない。車はボディ剛性が高いとか言うと、意外とね、不快感って出てくるものなんですね。硬さとか唐突なカッチンとしたその一発目の入力、衝撃が強くなったりする。でも緩い方がブワーンブワーンっていく分だけ柔らかかったりする。
ただ、質としては、そっちの方が落ちるっていうのが最近の認識ですよね。で、ブルブルブルって感じが残っちゃう。こうしたあたりが、デビューっていうかね、設計古いよねって感じる部分。あとは、速度を上げた時の不安定感。速度を上げたって言っても、ほんとね、90キロ、100キロ。そんな、ね、低い速度じゃないですけれども、90キロ、100キロぐらいで、怖いっていうぐらいにね、フロントの接地感が落ちて、反応がなくなってきます。反応が弱くなると、微調整効かなくなってくるっていうか、遅くなってきますから、早め早めにわずかにわずかに微調整するっていう乗り方ができなくなる。で、それが分かるドライバーにはね、きっと不安定感として感じられると思います。安定とか不安定って、もうよく分かんなそうな言葉だと思いません？分かりそうで分かんない言葉。で、ハンドルをガシッと握っちゃうドライバーはね、多分何乗っても、安定とか不運ぐらいだと思うんですけれども、車の感触をつかむように乗ろうとすると、本当、ホンダの角田くんとかね、指2本でつまむようにだけハンドルに触れていて映像がありまして、で、プレリード乗っていて、そういったところを見てもね、車のハンドルとか車の挙動を感じるように乗ろうとすると、やっぱりね、不安定というのも感じるようになってくる。で、ルーミーはそれが比較的低い速度、80キロぐらい、90キロぐらいからね、それ感じられて、自分もね、もう、ちょっとヒヤッとして速度出さないようにしようと。結局この日は高速道路やめようみたいにね、思いました。そんなところはね、ありましたね。でも、当時というか、2年前で153万円という価格は、単とプラスわずかで装備合わせたら同じぐらいの価格になってきますから、そういった点で言うとね、めちゃくちゃ魅力的。そんな速度上げないユーザーというのもね、多いと思うんですよね。で、そこでやっぱり商品としてこういうのもなきゃダメだと。何でもいい車じゃなきゃダメ。そうなってきたらコンパクトカーでも値段高くなって、大きい車とコンパクトカーの差っていうのは縮まってきちゃうものです。絶対こういう商品企画必要だと思います。それを改めて感じさせてくれるのがルーミーでした。ってことで、次。同じようにトヨタのコンパクトカーでヤリス。2025年式の G180 万円。この車の長所はね、自分は価格かなと。で、その長所は国産車で最安165万円から。でも、そうは見えないボディデザイン。マツダ2がね、去年モデルまでは155万円でマツダ2が一番安かったです。でも、ちょうどね、2025年の12月からマツダ2は若干紹介料が入って170万円台のスタートになりました。そこで最も安い車として返り咲いたのがヤリスの165万円、1000cc です。1000cc で燃費良くて自動車税も安くて、タイヤとかもエコなサイズで、お値段も安い。で、確かね、ナビ ETC スマートキーが標準になったんじゃないかな、今年モデルから。で、150万円が165万円に上がったんですけれども、15万円相当の装備がついてきたってことで、納得できる値上げでした。で、最安のお値段でいて、そうは見えないボディデザイン。ヤリス、自分はね、結構かっこいいと思うんですよね。なんでしょう、勢いを感じる。このコンパクトカーにおいて、地味だったらね、埋もれてっちゃいます。コンパクトカーじゃなくてもね、モデルが多いコンパクトカークラス、コンパクトクラスの中ですと、とにかくね、訴求力がなければ、もう自分を見てよっていう力がない商品は残っていけないんじゃないかと。で、ヤリスがね、言い悪いは別にしても、力強い目つきとか、自分を見ろっていう力がね、すごく強いと思うんですよね。それはリア周りとか、リアクォーターパネルの周りを見てもそれを感じます。でこういったあたりが、安っぽくないよねと。少なくても俺を見ろっていう感じはね、受けますっていったところで長所として挙げさせていただきました。で、短所の方。短所の方は、内装の質感。これは、安いからしょうがないとは言えば簡単なんですけれども、ね、やっぱり軽自動車がすごくリッチに作られてるっていうのをね、感じます。車安定させるためにサスペンションにいい部品使うとか、内装を立派に見せるために、もしくは便利にするためにね、便利機能とか便利な機構とかをいっぱい盛り込んでくる。
ほんとね、シートアレンジだけでも、これ10万円でできるのって、自分で加工したらこれ10万円部品代かかるよねみたいなところ、気持ちになるんですよね。で、そうした軽自動車ってすごくリッチでしょってね、思う中で、それと比べてもヤリス、ナイスはちょっと寂しいかなと。もちろん今回のモデルではね、液晶メーターに近い、フルに近い液晶メーターとか、360度モニターは停止直前になったら自動でね、全体を映してくれるとか、ヘイトヨタの機能とかもついていて、機能的にはね、いいんですけれども、インパネあたりちょっとね、大味、一個一個の部品が大きいよっていうようなところとか、ドアの手で握るところ、そこを派手にしてね、派手な格好にして、格好つけて実用性を落としちゃってんじゃないのみたいなところとかね、そういった部分感じました。で、最後は一瞬でいきます。16代目はダイハツのテリオス。これは同僚が買ってきました。カーセンサーで一番高いテリオスを買ってみたっていうことでね、ちょっと買ってきたんですけれども、同僚に感謝です。ちょうどマニュアル車で、自分もね、久々にこうマニュアル車を動画できそうで、撮ってあるんで、近いうちに上げていきます。楽しみにしててください。ということで、今年動画にした15から16台、一丁と一旦、印象として強く残っている点を挙げてきました。実は、あれこれ言い過ぎちゃって、表に出しにくくなってね、上げていない車っていうのもあります。あとはご挨拶。自分は20年以上レビューを続けてきてで、ホームページ書いて動画も最近やり始めて、あと自動車販売もね、経験があります。で、そんなところの他に、趣味に仕事を今までやっていた中で、カメラ技術、オーディオ技術、CG、アニメーション制作とか、そういった経験も動画作りに活かしてきています。で、普段やってる仕事は、ナレーション、動画編集、データ管理、サムネ作成、このあたり担当しています。また、同僚は本職の自動車整備士と、車好きの金属加工業の経験者、その他知人や身内が協力してくれて、さらにこうしてね、動画を視聴してくださる方が、見てくださる方がね、いらっしゃるので、動画を作ることができています。一応法人としてこれでもやってますので、見てくれてる人がいなければもうやめるしかない。といったところでね、もう本当にいつもありがとうございます。このチャンネルはね、率直な表現を心がけていまして、別チャンネルでは異なるテーマで動画をアップしています。で、これ、2つ3つのチャンネル合わせて週に2本から3本アップしています。で、動画作りを今後も続けていくためにも応援ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。